こんにちは、編み物予備校のこけし先生です。今日はかぎ針の基本的な編み方、鎖編み、細編み、中長編み、長編みの往復編みバージョンを紹介していきます。ぐるぐる丸く編む方法については次の動画で紹介しますね。それでは今日も編みスタート。このチャンネルは編み物のいろんな技術を覚えてもらう、理解してもらう、絶対編んでもらうをモットーに予備校さながらに熱血指導していきます。ぜひ他の動画も見てみてね。さて、かぎ針とはこのような針1本で編んでいくものです。2本で編むのは棒針編み。いきなりぶっちゃけますと、このかぎ針編みね、編み方自体はそんなに難しくない。ただ針を刺すべき場所を自分で判断しなければいけないので、これが難しいし間違いやすいですので、今日は編み方のみならず刺す場所の見分け方や綺麗な編み方のコツ、なぜこう編むかの理由など徹底解説していきます。そして最後にかぎ針編みをするにあたって一番大切なことを話しますので、ぜひ最後まで動画をご覧くださいね。それではかぎ針と糸を持ってみましょう。まずは何も考えず鉛筆を持つように持ってみてください。これをその名の通りペン持ちと言いますが、ペンを持つ時と決定的に違うところが一つあります。それは中指を上に添えること。かぎ針では右手の中指を使えるととっても便利なことがあります。ですので中指を握り込まずに針の上に出しておくような握り方、これを意識しておきましょう。もう一つ、ナイフのように握るナイフ持ちがあります。この場合は人差し指をよく使うので中指は出さなくて OK です。いずれにしてもかぎ針の先端のフックになっている箇所が常に下側を向くように持ってくださいね。なお、ペン持ちは細かい作業がやりやすい一方、長時間編んでいると手が痛くなりやすいです。一方、ナイフ持ちは力が入りやすいですが、慣れるまで細かい動作をしにくいです。ご自身の持ちやすい方を試してみてください。次に左手に糸をかけます。糸端を右手に掴んだら、左手のひらを上に向けて小指で挟み、そのまま手のひらを返して人差し指にも糸をかけます。糸端を10センチくらい残して中指と親指でつまんだら、はい、これが基本の糸のかけ方。常に人差し指にかかった糸がピンと張るように調整してください。もし糸がスルスル滑って糸をピンと張れない場合は小指にもう一巻きします。次は右手の甲を上に向けた状態で小指で上から糸をほいっと掴みます。掴んだら手のひらを上に向けて先ほどと同様人差し指にかけて持ちます。このように小指に一巻きすればテンションがかかるので、さっきより糸がピンと張っているはずです。私は糸や手のコンディションによって一巻きするときとしないときを分けていますよ。基本の構えができたら糸をかける動作だけ練習しましょう。ここからは分かりやすいようにかぎ針に顔が描いてあるエティモちゃんに登場してもらいましょう。基本的にかぎ針では張っている糸の下をくぐってから針のフックを下向きにした状態で糸を引っ掛けます。下に潜って引っ掛ける。針は常に下を向く。下に潜って引っ掛ける。針は常に下向きで、上から針をかぶせるように、招き猫のように糸を引っ掛けたり、針のフックを上に向けたりするとうまく編むことができません。
針のフックは必ず下向き、そして針にかかった糸も常に下向き。かぎ針は上を向かない。上を向いていたらダメ。これを頭に叩き込んで練習してくださいね。それでは基本の編み方1つ目、鎖編みをしていきましょう。編み図ではこのように表されます。基本の構えをして糸をかけていきますが、鎖編みは最初のところだけは針を糸の向こう側から当てます。先ほど散々話しましたように、かぎ針は基本的には針の背中で押すようにして下を通って糸をかけますが、鎖編みの最初のここだけは顔から突っ込ませます。最初だけはゴールテープを切らせると覚えておいてください。というわけで、糸の奥から針を当ててゴールテープを切らせたら、針先を下に向けてくるっと一周します。ゴールしたらお辞儀させて一周させる。そうすると糸がねじれましたね。この交差しているところを左手の中指と親指で押さえます。そしてここからはさっきの練習通り、糸の下を通すようにして引っ掛ける。針のフックは必ず下向き。この状態で先ほどの輪っかに通します。はい、結び目とループができました。まずはここまでもう一度やってみましょう。奥から針を当ててきて、ゴールテープを切らせたら、針を下に向けて一周ぐるん。ねじれたところを左手でつまんで、ここから普通のかけ方です。下から通して引っ掛けて、さっきの穴にスッと抜く。糸端を引いて結び目を引き締める。いい感じでできましたが、今ここにできたのは鎖編みではありません。あくまでただのループです。ここからすごく大切なことを言います。かぎ針は針にかかっているこの輪っか、これは目とは呼びません。つまりまだ何者でもない、いわば卵のようなものです。これをループと呼びます。というわけでループがようやくできたので、次こそ鎖編みを編みます。もう一度先ほどと同じように下をくぐって糸をかけ、ループに引き抜く。はい、これで鎖編みが一目できました。鎖編みの目はハートのような形をしています。それではもう一度、糸を下からくぐってかけてループに引き抜く。背中で押すように糸をかけてループに引き抜く。3、4目編んだら左手の押さえる場所を移動して支えてください。下から潜って糸をかけたらスッと引く。糸をかけたらスッと引く。ちなみに糸をループに引き抜くとき、手をねじって針を無駄に動かしてしまうと、目が広がって大きくなってしまいます。ですから無駄にこねこねしない。糸をかけたらスッと引く。糸をかけたらスッと引く。これを意識してみてください。なおナイフ持ちでも針の動かし方は同じです。
糸をかけて引き抜く、糸をかけて引き抜く。ぜひこちらも試してみてください。ちなみに途中でかぎ針がループから外れてしまった場合、何度か糸を引っ張ってみて、指にかけている糸に近い方が手前に来るようにループを確認してもう一度針に通してください。これが逆になるとすっごく分かりにくいのですが、目がねじれてしまいます。必ず糸に近い方を前にするように気をつけて針を入れてくださいね。鎖編みができました。ハートの目が今10ありますので、10目編めたということになります。これを作り目、すなわち土台として、この上に細編み、中長編み、長編みを編んでいきます。一体この鎖のどこにそのなんちゃら編みを編み付けていくかというと、3つほど方法があるのですが、今回は鎖編みの裏山を拾う方法でやっていきたいと思います。鎖編みはハートが連なっている方が表側なのですが、これをひっくり返すとハートとハートの境目にポコポコとお山ができているのがわかります。これをそのまんまですが裏山と言い、ここに針を刺して目を編みつけていくという方法を紹介します。裏山を拾うことで端に鎖編みのハートの目が並ぶことになり、見た目が綺麗なのでよく使われます。さあいよいよ編んでいきたいのですが、その前にもう一つ説明することがあります。それが編み目の高さです。これから紹介する細編みは鎖1つ分の高さ、中長編みは鎖2目分の高さ、そして長編みは鎖3目分の高さがあります。というわけで鎖編みにいきなりこれらの目を編んでしまうと、最初の目が高さの余裕がないのでこのように潰れてしまうのです。これだと非常にかっこ悪いので、段の最初だけ、編み始めのいっちゃん最初だけ高さ分の鎖を編んであげる必要がある。これを立ち上がりの鎖と言います。立ち上がりの目数は細編みが鎖編み1目、中長編みが鎖編み2目、長編みが鎖編み3目です。はい、これ忘れやすいので注意です。最初の1目目を編む前に必ず立ち上がりを編みましょう。編む前に立ち上がる。立ち上がってから編む。1回だけでいいですよ。最初だけ立ち上がり。立ち上がりがあれば高さの余裕が出るので、1目目から綺麗な形で編めていくというわけ。前置きがかなり長くなりましたが、次こそ編んでいきましょう。それでは基本の編み方2つ目、細編みを編んでいきます。編み図ではバッテンもしくは十字架で示されます。まず鎖編みを10目編み、これを土台、つまり作り目とします。ちなみにこの鎖編みを作り目として使う場合は、ちょっと緩めじゃないと裏山がめっちゃくちゃ拾いにくいですし、作り目が短く引きつってしまいます。よって緩めに鎖を編むこと。本体の針から1号か2号、太めのかぎ針で編むことをおすすめします。ちょっと緩めの鎖が10目できました。最初にも言いましたように、かぎ針ってどの目からどの目まで刺すかっていうのがわからなくなりやすい。んで、こんなマーカーをつけるという方法があるんですが、これ編んでるうちに取れたり邪魔になったり目の形が変わったりするので、私はあんまり好きじゃない。そこで使ってほしいのがこちら、チャコペン。
これで目を思いっきり塗りたくる。この方法を強くおすすめしたいです。このペン、水で濡らす、または時間が経つと自然と色が消えるもので、手芸屋さんにも100均にも売っています。最初は練習ですしね、ぜひガンガン塗りたくって目の感覚を掴んでいってほしいなと思います。というわけで、チャコペンを使って最初と最後、1目目と10目目にマークを入れます。そしてこれから編むのは細編みですので、先ほど説明した高さ分である立ち上がりの鎖を1目編みます。こんな感じで鎖編みが1つ追加されました。それでは鎖編みの10目目に細編みの1目目を編んでいきます。鎖編みを裏にひっくり返して裏山に針を刺して編みつけます。10目目の裏山はここ2つ目に見える裏山になります。一番端の1つ目の裏山は立ち上がりの鎖のものなのでここではありません。2つ目に見える裏山になります。なお裏山はハートの目の真後ろではなくやや下側についています。ちょっとずれて見えますので拾うときに注意しましょう。狙いの裏山が分かったら針を手前から裏山に刺して糸をかけて引き出します。ループが2つになったならもう一度針に糸をかけて次は2目まとめて引き抜きます。これで細編みが1目できました。もう一度やってみましょう。次の裏山に針を刺して糸をかけて引き出してもう一度糸をかけて2つのループをまとめて引き抜く。刺してかけて引き出してもう一度かけて2つ引き抜く。今細編みが3目編めました。目の数え方は編み地の上に積み重なるようにできていくハートの数を数えます。今3回細編みをしたので1、2、3。1目目はこのハートになります。わからなくならないうちに1目目に色をつけておきましょう。そうそう、また横道ですが、すごく大切なことがあります。かぎ針の目の数を数えるときは、ループの次の目から遡るように数を数えること。編み始めから数えようとすると、はい、ここ、ハートの目がありますね。ここから数えたくなるんですが、これは最初に編んだ高さを出すためだけの鎖編み、つまり立ち上がりです。この立ち上がりに惑わされにくくするためにも、バックして数えることを覚えておいてください。必ずどこかで役に立ちます。1目目が分かったところで、引き続きこの調子で細編みを編んでいってください。中長編み、長編みにも共通しますが、美しく編むポイントは、足をしっかり引き出すことと、頭を大きくしすぎないことです。なんのこっちゃと思うと思いますが、かぎ針の編み目は頭と足に分けられて、編み地上部にできる鎖編みのようなハートの部分、これを頭と呼び、その下に伸びている部分、これを足と呼びます。この足は針を刺した後に引き出す糸、これをしっかり引き出すと
ふっくらきれいに仕上がります。そして頭を大きくしすぎないということは何かというと、長編みなど針をくねくね動かすことが増えると、いつの間にか一番最初のループ、これが上部のハート、頭になるんですが、これがだるだると伸びてきます。そうなると編み地が伸びきってしまうので、このループの大きさをキープする。針がスッスッと動くこのサイズ、これをキープしていく必要があります。そのためにぜひやってほしいことが、右手の中指でこのループを押さえることです。こうすることでループが固定され、広がりにくくなります。もうね、今のうちに癖をつけててください。中指でループを押さえて、刺して糸をかけて、右手で作り目を押さえながら、とにかくちゃんと引き出して、もう一度糸をかけて、針をこねこねしないでスッと2つ引き抜く。そうすると高さや厚みはしっかり出るけど、頭が緩みすぎない美しい細編みができるはずです。最後にマークした目の裏山まで編んで、10目細編みができました。それではこの上に細編みの2段目を編んでいきます。例によって1目目と10目目にチャコペンで印をつけておきます。編み物は基本的に右から左へ進んでいくものなので、細編み2段目を編むときは編み地をひっくり返して右から左へ編んでいきます。しかしここにもかぎ針編みの大きな特徴があります。それは次の段の立ち上がりの目まではひっくり返さずに編んでいくということです。立ち上がりから2段目突入ですから、立ち上がりを編む前に編み地をひっくり返したくなるもんですが、立ち上がりを編んでからひっくり返すこと。テキストや編む人によってはひっくり返してから立ち上がりという例も見られますし、ぶっちゃけどちらの場合も見え方に大きな差異はありません。それでも立ち上がってから編み地を返した方が目が緩みにくいという利点があるそうです。よって編み帯では立ち上がってから編み地を返す、こちらを採用していきます。というわけで、細編みの高さ分である立ち上がりの鎖編みを1目編んだら、針はそのまま動かさず、編み地の右側を押すようにしてくるっと半時計回りに回します。はい、もう一度右側の編んできた編み地を押すようにしてくるっと回す。これを逆回転にしてしまうと、すっごくねじれた感じが出てしまいます。もちろん小さい箇所なので目立ちにくくはあるのですが、右を押してくるんと回す。絶対こっちの方が綺麗ですので、慣れるまで注意してくださいね。というわけで、1目立ち上がりを編んで編み地を回しました。それでは2段目を編んでいきますが、かぎ針では自分で刺すべき穴を探さなければなりません。一体どこに針を刺せばいいか、これが初心者さんの最大の難関になります。2段目からの針を刺す場所は頭のハートの下の方です。頭のハートの下の方、つまりこの辺に刺してくれと言わんばかりの穴がありますので、そこに針を刺していきます。しかしこれから
往復で編みますので、編み地がひっくり返っています。よって目の見え方がかなり変わっていて、裏側からそれぞれこのように見えます。これのどこに針を刺すかというと、頭のハートの下の方なので、この辺になります。表から目を見ていたときはハートの向きがこっちでした。でも裏側から編むときはハートの向きが逆になる。つまり表側から見たら目の右側に刺すべき穴があるのに、ひっくり返した後は目の左側に刺すべき穴が移動します。しかも裏側から編み地を見るときは、この頭のハートが向こうを向いています。パッと見こう見える。このイラストや教本では誇張して頭のハートを描いているだけです。ですから編み地をしっかり真上から見て、頭のハートの下の方を探しながら刺すことになります。なんのこっちゃよくわからんけど、とりあえずやってみましょう。最初は一目目に色をつけていたので簡単ですね。この目に刺すんですけど、ちなみにこの目は立ち上がりだから編まない。頭のハートの下の方だから、ここの穴に刺す。細編みの編み方は表から編むときと変わりません。狙いの穴に刺したら、糸をかけてしっかり引き出し、もう一度糸をかけて2つのループを引き抜く。編めたら1目目にマークです。最初と最後が混乱するので、1目目と10目目は慣れるまでマークしておきましょう。では2目目。次のハートを探して、はい、ここ。下のあたりにある穴に針を刺す。このようにして刺すべき穴を確認しながら編んでいきます。その昔、とあるかぎ針の達人が刺す穴がわからないと嘆く私にこう言いました。そのうち刺す穴が光って見えるようになると。最近私もようやく光って見えるようになってきましたので、皆さんもそれまで頑張ってください。最後の目まで来ました。ここも色がついているのですごくわかりやすかったですね。このハートの下にある穴に針を刺して、細編みを編んだら2段目も終了です。心配な人は最後の目にも印をつけておくといいでしょう。しかし、印がないと編めないようじゃ今後必ず困る時が出てきます。というわけでここからマークはないけど最初の目と最後の目を見抜くコツを伝授します。今、立ち上がりを一目編んで、編み地をひっくり返しました。さあ、一目目はどこから編むでしょう。編み地をもう一度表に返して、立ち上がりの目に注目します。立ち上がりを一目編んだので、立ち上がりが生えている目、これが一目目になります。この時点でマークをしてもいいかもしれません。立ち上がりが生えているこの目に針を刺して一目目を編んでいきます。どんどん編み進めて終わりが近くなってきたら、どこまで編み続けていいのかというえも言われぬ不安に襲われます。その時は足から頭を探す作戦。編み地のラスト周辺を引っ張って最後の足を探します。足の形は
こんな感じなので、最後の足はというと、これっぽいですね。この頭はどれかというと、上に乗ってるハートです。というわけで、最後に刺す穴はここ。ここまで細編みをすれば OK。この足から頭を探す作戦はこの後も使いますよ。それでは基本の編み方3つ目、中長編みを編んでいきます。編み図では T の字型で示され、立ち上がりは鎖編み2目です。今回も10目で編むので、まず鎖編みを10目編んでください。わかりやすいように1目目と10目目にマークをしておきました。中長編みは鎖2目分の高さがありますので、高さ出しの立ち上がりは鎖編み2目になります。よってここからさらに鎖編みを2目編みます。はい、ここまでは細編みと同じなのですが、ここで困ったことが起きます。それは中長編みでは立ち上がりの鎖を2目、この後する長編みでは立ち上がりの鎖を3目も編んでしまうと、高さ出しのくせにそれなりに存在感が出てしまうのです。ですので中長編み、長編みの時はこの立ち上がりの鎖を一人前にしてしまう。1目目としてカウントします。ちょっと待って、細編みどうだったっけと思えたあなたは鋭いです。細編みの時は立ち上がり1目でした。でもこの鎖1目はまだそんなに存在感がないので、1とは数えません。0です。ですのでよく編み図を見たら、ほら微妙に欄外にいるでしょ。存在が無だからです。一方中長編みと長編みは立ち上がりが1目として入り込んでいます。こうなっていると何が違うのか、具体的に見ていきましょう。今立ち上がりの2目を編みました。立ち上がり2目が生えているこの目が1目目になるんでしたよね。色もついてるし分かりやすいね。でもちょっと待ってください。立ち上がりのこの2目が1目目になってしまったので、本来1目目として刺すはずだった裏山、この目の裏にある裏山がすでに使われたことになっています。もう1目目あるんだもんだって。もう一度編み図を見てみましょう。立ち上がりの鎖2目を編んだら、その子はもう立派な1目ですから、一人前ですから1人分の座布団を使う。この座布団のことを、使われるはずだった1目目のことを台の目と呼びます。立ち上がりを支える土台と考えればいいですね。というわけでこのセットで1目目が完成。次は2目目を編むので、鎖だけで数えたら 1,2,3,4 つ目のこの鎖の裏山に、もちろん裏山の数も 1,2,3,4 つ目のところに、中長編みとしては1目目でも全体としては2目目を編んでいきます。それでは中長編みの編み方です。中長編みは目に刺す前にまず針に糸を巻きつけます。糸の下から潜ってこんな感じ。巻いたら次は狙いの裏山に刺して糸をかけて引き出します。ここでもしっかり鎖1目以上引き出します。針に3つループがかかったら、もう一度針に糸をかけて3つのループをまとめて引き抜きます。はい、これが中長編みです。
今編んだ中長編みの頭、ここですね。ここに印をつけておきます。立ち上がりと合わせてこれで2目編めたことになります。もう一度やってみましょう。まず針に糸を巻きつけて、そのまま狙いの裏山に刺して糸をかけたらしっかり引き出す。もう一度糸をかけたら、次は3つのループをまとめて引き抜く。3目めも編めました。長編みもそうなんですが、まず糸を針に巻きつけること。これが足に巻きつく糸になり、編み目をボリュームアップさせます。まず針に巻く。これを忘れないようにしてください。最初は忘れやすいですよ。最後、10目めの裏山まで編みました。最後の10目めにもマークをして、編み地をひっくり返す。その前に立ち上がりを編むんでしたね。中長編みの立ち上がり2目を続けて編んだら、右側を奥に押してくるんと回す。それでは2段目も編んでいきましょう。繰り返しになりますが、立ち上がりは1目扱いでした。ということは、これから編む1目目。さっき最後の10目目だったこの目ね。これはすでに台の目として1目目に吸収合併されたことになっています。よって中長編みを編むのはこの隣、この目から。裏から編む時も編み方は同じ。まず針に糸を巻いて、狙いの2目目のハートの下の方、ここに刺して糸をかけてしっかり引き出す。もう一度針に糸をかけて、次は3つのループを引き抜く。巻いて刺して十分引き出して、もう一度かけて3つ抜く。この調子で最後周辺まで編みましょう。最後周辺に来ました。お、色がついている中長編みがあります。ここまで編むのかなと思いますが、よーく思い出してください。ここ中長編みの1目目に印しましたよね。ということは全体としては2目目。1目目は立ち上がりの鎖2目でした。というわけでマークの目まで中長編みをしたら、この後最後の1目を立ち上がりの鎖2目から拾わないといけません。これまで前の目の頭に刺してきたので、ここでも頭っぽいところに刺します。つまりこの鎖2目の上の方、このハートめがけて刺すことになります。はい、でもちょっとここ混乱するんですが、この2段目ラストだけ立ち上がりの鎖があっち向いてるんです。次の段からはこのようにハートの目が正面を向くので、立ち上がりの頭を探すのが簡単なのですが、2段目だけはいろいろ理由があって、裏山が正面を向いている。もうこれは仕方ない。編み物の宿命。
でも目が分かっていたらなんてことありません。とにかくやってみましょう。これが立ち上がりの2目ですので、表側からよく目を見ます。はい、これが立ち上がりの2目。ここの頭、上のハートに刺すので、ここが狙いです。狙いを定めたまままた裏返して、ど真ん中に針を刺す。この時必ず2本すくうようにしてください。こうすることで端の強度が出ます。もし1本しかすくわなかったらなんか頼りなくなっちゃうんです。もっと具体的に言うと、立ち上がりの鎖2目目の裏山と外側の半目を拾うということになります。では最後の目を編んでみましょう。中長編みだからまず巻いて、立ち上がりの頭に刺して、この時必ず2本すくっているように糸をかけて引き出して、もう一度かけて3つ引き抜く。これで中長編みが10目できました。それでは今回も印をつけていない状態から編んでみましょう。細編みの時と同様、立ち上がりを編んで編み地を返してから刺す場所を探してみましょう。まず1目目を探します。1目目は立ち上がりが生えている目でした。表に返して立ち上がりを確認すると、2目の立ち上がりが生えている目はこれですから、これが1目目になります。しかし中長編みはすでに立ち上がり2目を編んだ時点で1目目が完成していましたよね。というわけでこの1目目は用済み。隣にある2目目を見つけて中長編みを編んでいってください。あとはしばらくスイスイ編めますね。かぎ針は一度波に乗ったらすごくスイスイ進むものです。さてラストが近づいてまいりました。果たしてどこまで編むでしょう。ここでも細編み同様、足から頭を探す作戦でいきます。編み地の最後周辺をギャッと引っ張って最後の足を探します。足はこんな感じで並んでいるので、最後はこれっぽいですね。この足に対応する頭を探すと、はい、ハートが右向きになっているここが頭。よって最後の中長編みはここだけど、でもこれは2目目だったのでその隣。中長編みの頭のハートの隣のハート、これが立ち上がりの頭。あなたが刺すべき最後の目です。ちなみに2段目以降はこんな風に立ち上がりが正面を向いています。頭を探しやすくなりましたね。最後の中長編みの上に編んだら、頭のハートの隣のハート、この真ん中に突き刺して必ず2本拾って中長編み。最後の目、これが分かりにくい、見落としやすいですので、中長編み以上は足探し、頭探して隣の頭を探す、これが極意です。これ円を編む時にも役立ちますので、ぜひしっかり覚えましょう。それでは基本の編み方4つ目、長編みを編んでいきます。細編みに並んでよく使われる編み方です。編み図では T の字に斜線をかけて示され、立ち上がりは鎖編み3目です。今回も10目で編みますので、鎖を10目編みます。
細編みと中長編みで大切なことはすべて言いましたので、復習がてらやっていきましょう。鎖が10目編めました。長編みはその名の通り縦に長い編み方なので、高さである立ち上がりが3目もあります。よって立ち上がりを3目続けて編んだら、中長編み同様立ち上がりの存在感がすごいので、これを1目目として数えます。ですから1目目もう完成。それでは2目目に長編みの1目目を編んでいくのですが、2目目はどこに刺すでしょう。中長編みの話を思い出して。立ち上がりの3目が生えているこの目が1目目でしたけど、すでに1目目は完成しているので、もうこの1目目、つまり台の目は使わないんでしたよね。というわけで、この隣鎖編みだけで数えると 1,2,3,4,5 目目の裏山が次に刺す箇所となります。長編みの編み方は中長編み同様、まず針に糸を巻くところから始めます。針にくるっと糸を巻きつけたら、狙いの2目目裏山に針を刺して糸をかけてしっかり引き出す。鎖2目分以上は引き出すように。ここの引き出しが甘いと3目分の高さが出ませんし、目がカッチカチになります。ループが3つ針にかかりました。そうしてもう一度針に糸をかけて、次は左から2つのループだけを引き抜きます。2つだけ。そうすると針に2つループが残りました。もう一度針に糸をかけ、最後はこの2つのループをまとめて引き抜きます。はい、このように2回に分けて引き抜くのが長編みです。そしてここが長編みの頭。記念すべき長編み1目目にマークをしておきましょう。それではもう一度。まず針に糸をかけて、狙いの穴に差し込んだら、糸をかけてしっかり引き出す。鎖2目以上の高さに引き出したら、もう一度針に糸をかけて左から2つのループに引き抜きます。2つのループが残るので、もう一度針に糸をかけて残った2つも引き抜きます。これが長編み。巻いて刺してかけてしっかり引き出してかけて2つ抜いてもう一回かけて2つ抜く。この調子で編んでいきましょう。長編みで一番注意しなければいけないのは頭が伸びないこと、つまり針のループが伸びきってしまわないようにすることです。細編みや中長編みより針を動かす回数が増えましたよね。刺してかけて引き抜いて、これを繰り返しているうちに一番右端のループ、ここが頭になるんですけど、これがビロビロと伸びてきます。ですので細編みの時に言ったように、右端のループは必ず中指で押さえておくこと。ここで押さえることでループが伸びきるのを防ぐことができます。そして糸をかけて引き出すときにループを刺激しないようにスッと引き抜く。手を無駄に動かしてループが伸びきることがないようスッと刺してみてください。
最後の目まで編みました。念のため10目めをマークしてひっくり返して次の段の前に立ち上がりでした。立ち上がりを3目編んで編み地の右側を押すようにしてひっくり返し、さあ長編み一発目はどこに刺すかというと中長編みと同様です。最後にマークした10目め、つまり裏返してからの1目目は立ち上がり3目目の座布団として台の目として使われてしまいました。というわけでこの隣、立ち上がりが生えている目の隣の目、ここから長編みを編んでいきます。巻いて刺してかけてしっかり引き出す。もう一度かけて2つ抜き、もう一度かけて2つ抜く。この調子で最後周辺まで編んでいってください。ラスト周辺に来ました。色がついているこの目が長編みの1目目、つまりは全体では2目目でした。というわけでここからあと2つ長編みを編まなければいけません。色のついている目に9目目を編んで今回も中長編み同様、最後の10目は立ち上がり3目の頭っぽいところに刺します。しかしこの2段目だけは鎖が向こうを向いていますので、表側から見て頭を探してここだ、狙いを定めたまま裏返してここに刺すことになります。長編みだからまず針に糸を巻いて一番上の目に針を刺す。この時必ず2本すくって、あとは普通の長編みを編んで10目ちゃんと編めたことになります。それでは今回も印をつけていない状態から目を見極める練習をしましょう。立ち上がりを編んで編み地を返したら次に刺すべき目を探します。もう耳にタコができたかと思いますが、立ち上がりが生えている目が1目目でした。表に返して立ち上がりを確認すると1、2、3目の立ち上がりが生えている目はこれですから、これが1目目、つまり編むことのない台の目になります。よってこの隣が次に刺すべき目、2目目から長編みを編みます。さてラストが近づいてまいりました。果たしてどこまで編むでしょう。ここでも必殺足から頭を探す作戦。編み地のラスト周辺をギャッと引っ張って最後の足を探すんでしたね。足はこんな感じで並んでいるので、ちなみにこの足は目の高さが伸びるほど探しやすくなります。なぜならこのように足が縦にライン状となって並ぶからです。このラインを見ていけば最後の足はこれっぽいですね。この足に対応する頭はというとここが頭。よって最後の長編みはここだけど、これは2目目だったのでその隣、長編みの頭のハートの隣のハート、これが立ち上がりの頭、刺すべき最後の目です。最後の長編みを編んだら頭のハートの隣のハート、
この真ん中に突き刺して長編みを編んでいけば OK。 足探し、頭探して隣の頭を見つけ出せ。この極意が身についたのであれば、先生はもう何も言うことはありません。それではまとめます。細編みは立ち上がりが鎖1目、中長編みは鎖2目、長編みは鎖3目です。細編みは立ち上がりを1目と数えませんが、中長編みと長編みは立ち上がりを1目と数えます。中長編みと長編みはまず針に糸を巻くところからスタートです。刺す回数、引き抜くループの数はそれぞれ以下の通りです。ちょっと似ているところもありますので、何度も編む練習をして身につけていってくださいね。頑張ってください。はい、かぎ針の基本の編み方を紹介しました。うまく編めるようになりましたか？ではここから私が皆さんに最もお伝えしたいことを言います。今皆さん必死に編んできて手がバキバキでしょ？力が入って手のひらがものすごく痛くなっているはずです。編み物は特にこのかぎ針編みは手を痛めやすいです。編み物って夢中になっちゃってつい何時間も編んじゃうんですけど、それだと腱鞘炎になりかねません。というわけで、とにかく手のケアをしながら編むこと、長時間編み続けない、休憩時間を取る、手をよくマッサージする、ついでに肩も回す、編んでて力が入ってるなーって気づいたら脱力を心がける。少しでもおかしいなと思ったら休む。それでも続くようなら受診する。私もたらふく編んできましたが、これらを心がけて幸いまだ腱鞘炎にはなっていません。一度手を痛めたらね、なかなか治らんからね。早めの対策、予防、これを心がけるようにしてください。手を大切にしながら編み物を長く楽しんでくださいね。それでは次の編み帯でバイバーイ。